百年生きた雲が人の女に化けるとされる妖怪、女郎雲。鳥山石燕のガズ百鬼夜行では、火を吹く子雲たちを操る怪しげな姿が描かれている。女郎雲はたびたび書物にも登場している。殿草の旧なる時も思案あるべきことでは、若い侍が峠を行く途中、日が暮れてしまい、やむなく林の中にあった古い宮を今晩の宿とした。そして夜も更けた頃、突然赤子を抱いた若い女が現れて、あの人がお前のお父様ですよ。行って抱いてもらいなさい。という。赤子が侍に近づいてきたが、侍は刀を手にかけ、睨み返し、赤子を追い払った。そんなことを4、5回繰り返していると、今度は女が、では、私が参りましょう。と言って近づいてきた。侍はその女の正体がもののけだと見破り、切りつけると、女は悲鳴を上げて天井裏へ逃げ込んでいった。翌朝、天井裏を見てみると、約60センチもあろうかという巨大な雲が刀で切りつけられて死んでいた。その周りには女郎雲に食い殺された無数のムクロが転がっていたという。そして赤子だと思っていたものは石でできた五輪の塔だった。侍が焦り、赤子を切りつけていたなら、刀は使い物にならなくなっていたであろう。とある。太平百物語、孫六、女郎雲にたぶらかされしことでは、岡山県高田のある夏の日に、孫六という男が縁側でうとうととしていると、50代ほどの女が現れて、娘が孫六に思いを寄せていると言い、自分の屋敷へ孫六を招いた。そこには若い娘がおり、孫六に求婚してきたが、孫六には妻がいるので断った。娘は、母が昨日あなたに殺されかけたにもかかわらず、あなたのもとを訪ねたというのに、その思いを無にするのか、となおもすがりついてきた。孫六は当惑し、逃げ回っていると、いつの間にか屋敷は消え、元の縁側にいた。夢だったのかと思い、ふと軒先を見ると、小さな女郎雲がびっしりと雲の巣を張っていた。孫六は昨日雲を追い払ったことを思い出したという。女郎雲の民話は日本各地に残されている。静岡県伊豆浄蓮の滝の伝説では、巨大な古木が立ち並ぶ浄蓮の滝の深い森に目をつけた木こりの男が森に入り、
仕事に取り掛かった。男は一仕事を終えると、滝のほとりにあった切り株に腰を下ろし、一服ついていた。すると、いつの間にやら、女郎雲が男の足にせっせと糸をかけている。男はこのまま雲の糸を払い落とすこともできたが、せっせと糸をかける雲を不憫に思い、足にかかった雲の糸を一つ一つ切り株にかけてやった。そして、さあもう一仕事と立ち上がったその途端、切り株がメリメリと音を立て、滝壺に引き込まれていった。女郎雲が男を滝に引き込もうとしていたのである。それ以来里の人々は滝の主、女郎雲を恐れて浄蓮の滝に近づかなくなった。そんなある日、事情を知らないよそ者の木こりが再び浄蓮の森に入ってしまう。そして木を飼っていたところ、愛用の斧を誤って滝壺に落としてしまった。斧は木こりの命である。男がザブンと滝壺に潜り、斧を探していると、どこからともなく美しい女が現れて、浄蓮の森の木を切ってはなりません。ここで見たことを誰にも話してはいけませんよ。と言って斧を返してくれた。男はしばらくの間、その約束を守り、滝での出来事を誰にも話さなかったが、ある時、酒に酔った勢いで、その一部始終を話してしまった。話し終えた男は、ふらふらと立ち上がり、まるで見えない糸に操られるように、夜の闇の中へ消えていった。翌朝、浄蓮の滝にこの男の亡骸が浮かんでいたという。この浄蓮の滝の伝説にはいくつかの別説がある。滝壺の中で出会った美しい女に恋をした木こりが、滝の女と仰せを重ね、日に日に衰弱していった。不審に思った寺の和尚が、滝の主の女郎雲に取りつかれたのでは、と疑い、共に滝へ行って読経した。すると滝から美しい女が現れて、無数の糸を男の体へ巻きつけた。和尚が一喝する。すると糸も女もかき消えた。男は女の正体が女郎雲と知ってもなお諦めず、山の天狗に結婚の許しを得ようとしたが、滝の生と下界の人間の結婚は許されない。と天狗はそれを許さなかった。
それでも諦めきれない男が滝に向かって走り出すと、滝から無数の糸がスルスルと伸びて男を包み込み、滝壺の中へと消えていったという話もある。宮城県仙台賢淵では、女郎雲に滝に引きずり込まれそうになった木こりの男が切り株を身代わりにした後、滝の方から賢い賢いと声が聞こえたという伝説が残されている。以来賢淵では、女郎雲が水難よけの神として信仰され、妙法雲の霊と刻まれた石碑が現在でも残されている。また賢淵には、女郎雲とうなぎの霊との戦いの話もある。ある時、源兵衛という男のもとに、淵に住むうなぎが美女に化けて訪れた。女が言うには、明日、淵の女郎雲が攻めてくるので、源兵衛ここにいる、と声をかけて助けてほしい、とのことだった。源兵衛はそれを承諾したものの、いざ翌日になると怖くなり、家に閉じこもっていた。そのためにうなぎは女郎雲に敗れ、源兵衛も気が狂って死んでしまったという。この話は、うなぎが声を上げないでほしいと頼む別説もある。いずれにしても安易な約束は身を滅ぼす結果となってしまう。東北地方にも雲女という女郎雲と男の悲恋の物語が伝わっている。行商の男に助けられた雲が密かに男の荷物に紛れ、一緒に旅を続けていたが、ある日急な雨に降られ、お堂に駆け込んだ際に、雲は旅芸人の女に化けて男と楽しいひとときを過ごした。しかし男に正体を見破られてしまった。男は女が人であろうが雲であろうが気にしない優しい心根を持った男だったが、女郎雲はあやかしの掟に従い、男を殺そうと悩んだ末に自ら命を絶ってしまう悲しい物語である。徳島県に伝わる伝説では、ある日婚礼の決まったばかりの庄屋の息子の家に盲目の少女が訪れ、一晩の宿を請うた。哀れに思い一晩泊めてやると、少女は翌日礼を告げて出て行った。その日から息子は日に日にやつれていき、庄屋の主が息子を問い詰めると、毎晩美しい盲目の女が現れ、ゆっくりと目を開いて
自分を見つめてくるという。そうすると、なんとも幸せな夢心地のようになるのだと言った。主は漁師たちを呼び集め、その夜、息子の様子を見張らせた。すると牛蜜時、盲目の少女が現れた。少女はゆっくりと目を開き、息子を見つめている。息子がその目に見つめられ、うっとりと目を閉じると、女はたちまち大きなジョロウグモに変化し、息子の生き血をすすり始めた。漁師たちはジョロウグモに向かって一斉に矢を放ち、悲鳴を上げて逃げようとするジョロウグモを取り囲んだ。その時息子が、と漁師たちにすがり懇願した。ジョロウグモはしばらくの間、息子をじっと見つめていたが、やがて傷ついた体を引きずりながら山へと帰っていった。このジョロウグモはその昔、男に捨てられて山に入った女が、その恨みからジョロウグモとなり、婚礼前の若い男に取りつくのだということである。ジョロウグモという字は中国から伝わった漢名である。節足動物のジョロウグモはジョロウグモという字が書かれるが、このジョロウには遊女という意味があり、また高貴な女性や僧を表すジョウロウという言葉がジョロウグモの語源ともされている。ジョロウグモのメスはオスよりも大きく、目も悪いためにオスを餌と間違え喰らうこともあり、妖艶な盲目の女のもののけが男を喰らうジョロウグモの伝承とも符合した習性を持っている。また朝の雲は殺してはいけない、夜の雲は殺せといった俗習もある。雲は天気の良い朝にしか巣を作らないという習性から、朝の雲はお客を招くとされ、商売繁盛の縁起物として扱われる一方、夜の雲は盗人や災いのもととされ、忌み嫌われてきた。しかし芥川龍之介の雲の糸にもあるように、雲を助けることで功徳が積めるといった俗習もある。いずれにせよ、日本の家屋に現れる雲は害虫を食べる益虫であり、妖怪ジョロウグモとともに安易な手出しには熟慮する必要があるのではないだろう